こんにちは。2023年10月21日土曜日、午前10時26分ぐらいになりました。これから出発します。ぴょん。はい、まず質問にお答えします。1日の売上、水揚げは5000円ぐらいですかって話なんですけども、そこまでいかない時もあります。1000円とか2000円の時もありますよ。換算期ですと、こんなもんです。報酬見ないで私はやってます。なんでかっていうと、報酬だけ気にしてると、クエストがついたり、つかなかったり、報酬の単価が300円だったり、1000円だったり、バラバラなんでね、指標にならないんで、私は今、全然気にしてません。だから長い目で見て、1週間で、換算期で2万5000円あればいいな、通常期で5万円あればいいな、半分期で7万5000円あればいいな、総平均で1週間で5万円あればいいな、そんな感じで考えています。で、実際このペースで1日10時間、1週間に、60時間やると、多分もっといくと思うんですけども、目標を高めにすると、未達の時に心が折れるので、ちょっと低めにしてあります。で、その低めの設定で生活が成り立つように、で、貯金も多少できるように計画してやっております。で、昨日は質問がとても少なくて、あれと思ったんですけど、あんまり面白くなかったかもしれませんね、昨日のビデオがね。私の予想で、こういうのあったんですけど、昨日は、午後7時2分に、次のなりは25分後に予定してますって言って、で、25分後だと7時27分じゃないですか。で、なった時にちょっと時計パッて見て、で急いでたんで、はい、2分遅れでなりましたって、出しちゃったんだけど、実際はそれ、ジャストですよね。ぴったんこですよね。で、そこまで、ジャストだと、見てる方としては、なんだこいつ、怖いな、みたいに思っちゃいますよね。ちょっとコメントしづらいですね。で、もうちょっとほんわかした作りにしたいと思います。すいません。だいたいコメントが多い時っていうのは、失敗した時が多いですね。なんか、売り上げがうまくいかなかった時とかね、そういう時に、ざまーみたいに、こうした方がいいですよ、私はこういう風にしてますって、気楽にコメントをしてきて、で、コメントが多くなります。あんまりちょっと、やりすぎちゃダメだなと反省しました。はい、では出発します。GO！ あともう一つ、先週の平日の私の運転時間の利用率、オンライン時間に対してですけど、25%だったんですよ。で、換算期はそんなもんだろうと思ってたんですけど、今週に入りまして、平日の利用率が29%と4ポイント上がりました。で、平日と日曜日、土日の、Uber の受注の全体の量は20%増しですので、そこから計算すると、この土日は、35% ぐらいになるはずです。理論値としては。で、実際どうなるかどうかはわからないですけど、後で見てみます。今もうオンラインにしてますが、エリア内ですが、自宅オンラインで、どのお店からも遠いんで、全然なりませんけども、これから近づいていってどうなるか、ちょっと見てみたいと思います。いつもの公園で初なりです。勝行きます。1軒目、清水です。で、今今日の運転時間の利用率の予想が35% なんですけども、20% しか使ってないのに、1本で鳴りやんでます。このままここにいても、多分上の調整が入って、後で鳴らしてくれると思うんですけども、かったるい時は移動しちゃってもいいかもしれない。っていうのは、配達員が多分この辺過剰なんですよね。それでみんなで配給してるんで、低くなっちゃってるんで、ちょっと一枝の方に行ってみます。向こうもなるかどうかわかんないですけどね、ちょっと移動してみます。で、今見たら、一応この辺、さっきまで赤いシミがついてたんですけども、今、オレンジ色のシミにはなってます。でも、なりません。木彫りでマサジロバーがなりました。いきます。2軒目ドロップ、戸畑阿蘇です。先ほど1軒なったんですけども、時間を使わせたいような感じのロングピックだったんで、拒否しました。今日はカレー味にしました。
で、ここはこの辺で一番ならない公園なんですけども、ならない公園も便利でして、時間だけ稼ぎたくて、ちょっとゆっくりしたいときは、オンラインにしたまま、ここで休みます。ちょっと眠たくなったんで、ここでゴロンとします。オンライン睡眠です。3軒目ドロップ中井です。さっき公園でカップラーメン食べて、その後すぐ眠たくなっちゃって、1時間ぐらい寝たんですよ。で、その後、もう一回食うかって、ちゃんと食うかってことで、ガスト行って食べてて、それでも仕事入れないから、ずーっとコーヒーの飲みながら、他の YouTuber さんの YouTube とか見て研究してました。で、そこで1本鳴ったんで、配達して、今、山を降りてきました。他の YouTuber さんの映像を見てて、一つだけちょっと気になったのが、皆さんやたらとサポートへの連絡を進めるのね。何かあったらサポートに連絡しましょう。でもあれ、なるべく連絡してくれるなって話でしたよね。配達員の判断で、本部運営への連絡が必要だと思ったときはいつでも連絡してくださいというスタンスなんだけど、なるべく自分で解決できたら自分で解決してくださいっていう考え方ですよね。で、お客さんに商品渡すときちょっと濡れてた、漏れがあった。で、それも他のYouTuber さんとか見てると、そういうのもなるべくサポートに連絡した方がいいですよでみんな話してるんだけど、もともとの運営さんの考え方としては、それくらいだったらポン渡しちゃってくださいと。お客さんが受け取ってくれれば渡しちゃってくださいと。受け取り時だったら仕方なく自分たちから連絡するけど、もし渡せれば渡してくださいと。じゃあもっと漏らしちゃった場合、ぐちゃぐちゃに漏らしちゃった場合どうするか。それでも注文者が受け取ってくれれば渡しちゃってくださいと。受け取り拒否になったらその時初めて自分たちから連絡してください。そういう話でしたよね。で、なんでそういう風にするかってでちょっと聞いたら、そうは言わないけど、配達員と運営サポートセンター、それから、注文者とサポートセンター、そうすると3社の連絡になってちょっと複雑になるじゃないですか。そういうのはちょっとサポートの負担を増やすことなんで困るんで、結局渡しちゃえば注文者とサポートの間だけのやり取りになるんで、その方が簡単だからそういう風にしてほしいってことみたいなんですよね。それでも配達員が連絡してけば連絡してもいいけど、なるべくしないでくれと、そういう話でした。で、僕も最初始めた時はそんなんでいいのと思って、なるべくお客様の印象を良くするためにいろいろやってあげた方がいいんじゃないかなと思って入ったこともあるんだけど、で後でね言われるんですよ。そういうのはよしてくださいと。で、なるべく渡しちゃって、で注文者の方からクレーム入れてもらうようにしてくださいと。で、要はね、自分たちの心象、お客さんか注文者の心象を良くしてバットをね回避するためぐらいのことだけのためにサポートをね煩わせるな、仕事を増やすなってことみたい。バットもらうのはバットもらうでしょうがないから、失敗しちゃったらすいません渡してバットもらって、それと終わりにしてほしいってことみたい。小倉状態機です。 PPDD をシングルにばらしました。けどお店がわからない。アンニョンリバーウォークってどこだ。4軒目ドロップ小倉北区浅野です。小倉駅前待機です。駅前スタバです。行きます。5軒目ドロップ丹賀です。大手町待機です。今大手町公園で待機で、これまでの今日の運転時間の利用率が 17.3% と予想の半分ぐらいなんですよね。配達員が平日に比べて土日の方が2倍増えれば理論的にはこの数字になるんですけど、そんなに走ってるの見ないんだけどな。僕の努力が足りないんでしょうか。でも昼間もね 20% ぐらいだったんですよ。だから今日は17から20の間ぐらいかもしれない。悲しけりゃここでお泣
きよ涙拭くハンカチもあるし胸の奥に詰め込む飯を食べさせるいろんな人がやってくるいつもの公園です。大輝です。ヤマトメールピンやめたんだ。全然知らなかった。今関連の YouTube を見て驚いてます。もともとあれなんで始めたんだね。あんな儲かんないことね。最初メールピンが始まった頃電話すると家にそのメールピン取りに来てくれたんですね。でだんだん解約されてそういうサービスもなくなったんだけど、一番最初の頃からいつ120円でしょ。120円取りに来て配達したら合わないんじゃないかなと素人考えで思いましたけどね。で、運転手もやりたくなさそうな顔はしてた。夜9時になりました。今日10時間以上やりましたけども、5件しかなりませんでした。運転時間利用率が、オンライン時間に対して 14% で、今日の私の予測が 35% でしたから、10分の4でした。配達員の数が平日に比べて、2.5 倍になった場合はこの数字ありうるんですけども、そんなに配達員出てたかな。確かに知らない顔はたくさん見ましたけど、そんなに動いてるとも思いませんでした。よくわからないです。明日以降もうちょっと注視して見てみます。ではまた明日。